バーチャルファッションチャンネルブティック。第9回のブティックとなります。わー、もう9回なんですね。すごい続いてますよね。ね、すごいですよね。僕一人でスタートだとやっぱりちょっと寂しいですよね。だって男一人でしょ。やっぱね、花が欲しいですよね。画面がパーッと華やかになる感じの花が。野菜さん、安心してください。この声は。こんにちは。デネブさん、来ちゃいました。今回は私が担当します。皆さん改めて初めまして。ようこそ花だね。ありがとうございます。今までモデルとして参加していただいていましたが、ついにこの場所に来てくれましたね。いろんなブランドさんのお洋服を着るのもとっても楽しいんですけど、コンシェルジュだと合法的に言葉でご紹介できちゃうんですよね。しちゃっていいんですか？いいですよ。やったー、紹介しちゃいます。はい、最初からぶっ飛ばしてますね。どんなトークが出てくるか僕もワクワクしてます。というわけで改めまして、そして初めまして、第9回ブティックでコンシェルジュを務めさせていただきます白鳥デネブと野菜ゆうきです。よろしくお願いします。今回は新しくデネブさんにコンシェルジュを務めていただきます。よかったら意気込みを一言いただけると。はい、ブティックにコンシェルジュとして参加できるなんて本当に夢のようです。素敵なお洋服の魅力を伝えきれるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。デネブさんはバーチャルファッション大好きオタクなので、たくさん熱い語りをしてくれそうですね。よろしくお願いします。はい、もちろんです。さて早速ですが、いつもの説明です。ブティックを知らない方もいらっしゃるのではないかと思います。野菜さん、説明をお願いします。はい、このブティックはあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案をテーマにしており、バーチャルファッションの服をバーチャルファッションが好きな人にもっともっと知ってもらいたい、そんな思いでブランドさんと作った服にフィーチャーし紹介をしていく番組となります。たくさんあるファッションブランドも何かのきっかけから始まった。そのきっかけやブランドへの思いなど様々なことをブティックで深掘りしちゃいましょうということですね。はい、普段ショップで買う時には見えないブランドさんの顔が見たい、そしてブティックで視聴者さんとブランドさんの出会いになるといいなと思っています。はい、またこのブティックでは様々なブランドさんにインタビューをしております。興味がございましたらチャンネル登録お願いいたします。そしてこの動画が良かったなと思ったら高評価もお願いいたします。お願いします。そういえば今回のモデルはどなたですか？はい、今回はおなじみのアリエス S さん、そして月島バトラさんのお二人にモデルをしていただきました。今回のブランドさんのお洋服を着ているアリエスさん、私実は事前に見させていただいてますが、めちゃくちゃ可愛くてたまらなかったです。ぜひ楽しみにしていてください。はい、バトラさんも本当によく似合ってましたよね。早くお見せしたいですよね。いやね、このままだとネタバレを喋っちゃいそうですので、はい、ブランドアイテム制作秘話で見ることができますので楽しみにしててくださいね。はい、さてブランドオーナーさんをお迎えする前に、僕たちもそのブランドさんの服に着替えてきますか。わかりましたわー。おー、これは綺麗な服ですね。ですよね、綺麗。このシリーズいいですよね。わかる。クロスネオケットでこのシリーズいいなって思って買っちゃったんですよね。この素敵なお洋服のお話もたくさん聞けちゃうんですよね。そうですよ。やったー。ということで第9回に紹介するブランドさんは
ブルーオイルさんを徹底的に深掘りしてご紹介をしていきます。はい、V ロイドの活動をスタートしてこの撮影をした段階で1年ちょっとのブランドさんになりますが、衣装のクオリティが最初から高く気になっておりました。いろいろお聞きしたいですね。ねえ、私もデザイン可愛いなーって気になってました。今日は徹底的に聞いちゃいます。ではパダさんお入りください。いらっしゃいませ。お邪魔します。ブルーオイルというショップでお洋服を作っております。パダと申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というわけで今回深掘りするブランドさんは、あなたの大丈夫に出会いますようにがコンセプトのブルーオイルのオーナーパダさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやってお会いするのは初めましてですね。はい、ブティックは別のブランドさんの紹介の時に拝見させていただいていたので、当ブランドを紹介していただけることをとても驚きました。嬉しいです。私もブルーオイルさんのお話を合法的に語れることとっても嬉しいです。よろしくお願いします。合法的、よろしくお願いします。では早速ですが最初のコーナーに移っていきましょう。クリエイター解体新書。このコーナーでは作者様のブランドへの思いなどを聞いていく機会となります。はい、表側からは見えないブランドへの思いなどを聞き出していきたいと思います。はい、まずはじめにバーチャルファッションのブランドはどうして始めたのかを教えていただけますか？はい、そうですね。以前勤めていた会社を退職したところからになるんですけど、退職して時間ができた時期に SNS で V ロイドの存在を知りました。その当時、クリエイターとしての方向性を悩んでいた時期でもあったんですが、 V ロイドを触ってみたらそれがすごく楽しくて、そこが一番最初かなと思います。なるほど、V ロイドとの運命の出会いですね。はい、運命でした。 V ロイドってクリエイターさんにとってすごく導入しやすいツールだなって思いました。一番感動したところはパーツごとのバランスが綺麗なところですね。 V ロイドは最初からバランスの整っているテンプレートがあるので、綺麗なバランスで作れて自分のイメージしたものが綺麗なモデルで再現できる、すごいツールだなと思いました。確かに、僕がそうなんですけれど、なんとなく絵が描けるくらいの腕でも整ったアバターが作れますよね。改めて V ロイドってすごいなって思います。それってテンプレートがよくできてるからなんですね。はい、バランスのハードルが乗り越えられるのは絵描きにとってはすごい大きいのではないかなと思います。そして活動される V ロイドクリエイターさんのつぶやきが流れてきて、それで刺激を受けたりして、触ってみたら練習が必要だったりコツが必要なので、そこは先駆者の方である他のクリエイターさんから学ばせていただきました。そうですね、あとはひたすら V ロイドをやってました。すごい、 V ロイドにどっぷり使ってしまうくらい楽しかったんですね。そしてちょっと羨ましいです。そうなんです。始める前はクリエイターとしての方向性で悩んでましたが、ひたすら V ロイドをやっていたらとても楽しくて元気をもらえた感じです。 V ロイドに救ってもらった感じです。その後ショップをブースで解説しました。最初のアイテムはオリジナル 3D モデルこやいちゃんです。 V ロイドを始めて1ヶ月ぐらいですかね。待って、1ヶ月後、ブランド解説が1ヶ月後？スピードが速すぎます。その後1週間ぐらいで VTuber の姿を V ロイドで作るサービスを始めました。1週間1週間ってとんでもなくスピードが速くないですか？勢いですかね。 X の使い方とかあまり得意じゃなかったんですが、 X などで宣伝してみたりして、
そしてありがたいことにご依頼をいただくことができまして、現在までにたくさんの VTuber さんのお姿を作らせていただいてます。本当にたくさんの VTuber さんを作っていますよね。公式ページ見るとすでに20人近い方のお姿を仕立てているように見えますが、時間配分などが気になりますね。そうですね、現在は1ヶ月に 1,2 名ほどお姿を仕立てております。ありがたいことにコンスタントにご依頼もいただいていることによって、今のは、お仕事は V ロイドだけということになります。つまり V ロイドが専業ってことですか？最初の勢いから今につながってるってことですかね？そういうことになりますね。すごっ。勢い大事ですね。ちなみに VTuber さんのお姿のお仕立てってイラストレーターさんの描かれた姿、つまりデザインやタッチなどを V ロイドで再現する作業だと思いますが、そこへのハードルはなかったのですか？私、再現する作業ってもともと得意な方だったんです。だからこそあまり大きなハードルではなかったです。そんな中作るお洋服はすごくご自身の世界観を持ってらっしゃいますよね。私最初に見た時に驚きました。わかる。そう、すげえブランドが出たぞって思いました。そうなんですね、ありがとうございます。私もともとお洋服が好きでハイファッションとか好きなんです。ブースでブルーオイルをやり始めたのも、自分のデザインをしたものを着てもらいたいなと思ったのがきっかけでブランドを始めました。なんというか、ご依頼は依頼者さんのニーズにお答えする、ブルーオイルは自分の発信を行う、その2つを並行で行うことによってバランスを保てる感じになります。専業に憧れる方は結構いらっしゃるのかなと思うのですが、ものすごいスピード感で専業化されたのですね。いや、勢いってとても大事だなと思いました。ただ誰しも専業化できるわけではないと思うので、デザインのニーズを叶える力を持っている、それからお洋服のデザインが購入者に刺さる、両方がちゃんと成功したからの結果なのではと思いました。 V ロイドの息抜きが V ロイドみたいになるほどにのめり込めるなんてすごい。話は変わりますが、ブルーオイルのブランドコンセプトなどを教えてください。はい、冒頭で話したブランドコンセプトのあなたの大丈夫に出会えますようには、子供の頃から愛読している漫画のヒロインのセリフからヒントを得ています。なるほど。大丈夫に出会えますようにって言葉、着ることによって心が安らかになるお洋服に出会えるといいな。そんな意味が込められてそうな気がします。好きなお洋服着ると幸せになりますもんね。いろいろな解釈ができる言葉だなと思ってます。根本はブルーオイルの服と出会った人に喜んでもらえると嬉しいなというところですね。コンセプトはそんな感じではありますが、ブランドの方向性はいろいろな試行錯誤がありました。例えば V ロイドファッションを楽しんでいる人は自分を含めてアニメーションや漫画文化が好きな人が多いのかなと思ったりして、確かに最初の方はサイバーだったり和服だったり、様々な種類をリリースされていましたね。私この春眠が販売開始になった時、すごく綺麗な和服だなと思いました。お正月にいろんな方が着られてるのをお見かけしました。そう、これは出す前は実はそんなに自信がなかったんですよね。春眠は刺さらないだろうなと思って恐る恐る出したんですが、たくさん着ていただけたのは予想外でした。そんな試行錯誤の中、いろいろな種類のお洋服を作成することで、自分の中でグッディトゥシューズを作った時に方向性が決まったかなと感じました。 K-POP のようなイメージ、Y2K だったり Y3K などですね。K-POP アイドルの衣装やハイファッションを参考にしつつ、子供の頃に読んでいた漫画作品から影響を受けてるなと感じてます。あとはキャラクター感のある感じを意識してます。確かに K-POP 感が強いお洋服ですね。そういえば
クロスネオケット、すごい数の新作出てましたね。そう、この時ちょっとチャレンジしたいことがありまして、6種類出してました。海外のファッションコレクションの、ように作品を、出してみたかったんです。コレクション全体のコンセプトを決めて、そのテーマに沿った服をグループで出すという形をとりました。今私たちが着てるこの服ですね。これもとっても美しく可愛いんですけど、他のお洋服もとってもいいんですよ。見てください、このサムネイル、どれも綺麗。ありがとうございます。前は試行錯誤してたので制作に時間がかかってましたが、今はテーマが定まって前よりは時間がかからなくなってきたなという体感があります。ちなみに1着作るのにどれくらいの時間をかけていらっしゃるのですか？作る重さやスケジュールによりますが、だいたい1週間から1ヶ月ほどかかる場合が多いですかね。なるほど。VTuber さんのお姿をお仕立てしながらの並行作業ですもんね。ブランドの方向性を定めるのにいろいろな試行錯誤をしていらっしゃるというお話ですが、どれも特徴的なファッションではありますが、その中にパダさんのセンスのエッセンスが込められてるなって思いました。そうですね。リアルクローズの文化を抑えつつ、ブルーオイルさんらしさが込められているのをこの衣装たちから感じます。これからもコレクションごとのテーマがとっても楽しみです。ちなみにブランドやっててよかったなと思ったことを教えてくれますか？はい、一番は自分の作ったアイテムにお金を払って買っていただくという貴重な体験ができていることです。これイラストを描いてるときはあんまり感じることができなかった体験になります。V ロイドならではの体験ということですか？そうですね、購入報告や着用画像をハッシュタグやブランド名をつなげて紹介してくれるというのは V ロイドの文化で素晴らしいところだなと思っていて、作ってよかったと思えてすごく嬉しいです。これがあったから続いているのかもしれないです。あと一つ、小沢サーリアさんに紹介してもらったお写真で感動したのを覚えてます。このお写真の時です。丁寧にハッシュタグをつなげて、紹介していただきまして、ここまで丁寧に紹介していただけるなんてと感じました。なるほどなるほど。実はですね、サーリアさん最近お姿がリニューアルされておりまして、そのリニューアルしたお姿で新しいお写真をいただいてきました。こちらです。すごいメッセージが書かれてる。めちゃくちゃびっしり。すごい思いが詰まったお写真ですね。こんなにメッセージの詰まった素敵なお写真をいただけると思っていなかったのですごく嬉しいです。細かい部分までたくさん見ていただいていて、改めてリリースしてよかったなと思いました。サリアさんありがとうございます。よかった喜んでいただけた。サーリアさんありがとうございます。お洋服を着用してそれに対して紹介する文化って確かに V ロイドは他と比べて活発なのかもしれません。でもそれがクリエイターさんの原動力になるならウィンウィンの関係にもなるので、来たら紹介していきたいですよね。来た時の投稿がこんなに喜ばれているとは知りませんでした。これからももっとたくさん来ていっぱいハッシュタグつけていきますね。ということでありがとうございました。ではそろそろ次のコーナーに行きましょう。ブランドアイテム制作秘話。このコーナーではパダさんが作ったアイテムをめちゃくちゃ見ていこうというコーナーです。パダさんに解説していただきましょう。よろしくお願いします。では最初のアイテムはこちら。オデット・ウーメンズです。オデット・ウーメンズは洗練された大人の女性にぴったりの白鳥のようなホワイトのセットアップです。エレガントなロングスカートには黒いリボンが散りばめられ、フェミニンな魅力を引き立てます。
スカートの繊細なデザインには動くたびに軽やかさを感じさせ、モダンなシルエットを強調しています。半袖のボトルネックシャツはシンプルでありながらウエストラインを美しく見せる大胆なカットが特徴です。胸元にはエトワール・エ・リュバンの繊細なロゴがあしらわれ、腰にはブランドの象徴的なロゴがアクセントとなり、洗練された印象をプラスしています。オケージョンにもカジュアルにも上品さと遊び心を兼ね備えた一着です。早速ですが、こちらのアイテムをアリエス S さんに着ていただきました。オデットウーメンズゴー。かわいい。この服めちゃくちゃ質感良くないですか？わかる。めちゃめちゃわかる。もっと近づいてみたいんだけど。お、近づいたよ、近づいたよ。シワが書き込まれてる。シワがすごい。シワがすごい。限界オタクです。可愛い子が可愛い服着るとめっちゃいいですね、やっぱり。いやー、似合ってます、本当に。ということで、パダさん、このオデットウーメンズのコンセプトを教えてください。はい、エトワール・エ・リュバンというコンセプトをもとにコレクション形式でリリースしたアイテムの一つです。コレクション全体を通してバレエをテーマとしており、オデットシリーズは代表的な演目である白鳥の湖がモチーフになっています。V ルードの服はロングスカートが少ない印象があり、丈が長いものに挑戦したいと思ってロングスカートを作りました。スカートに合うようなミニ T シャツの、胸のところに、コレクションのテーマを入れています。白いスカートに黒いリボンがとても印象的なスカートですよね。セットアップで着るのもそれぞれいいのですが、トップスとボトムスをそれぞれの別のアイテムと合わせやすいなと思ったりします。ねえ、もうほんとロングスカートが少ないの本当にわかります。ミニ T シャツのロゴの繊細でキラキラした感じがコンセプトを表してるみたいでとっても好きです。ありがとうございました。では2着目に行きましょう。オデットメンズです。このユニークなメンズ向けセットアップはジェンダーレスな魅力を放つ洗練された一着です。シャツにはパニエのようなたすき掛けのフリルが大胆にあしらわれ、フェミリンさと遊び心をプラス。胸元にはブランドロゴのワッペンが輝き、存在感を高めます。ボトムスは湖の印象を伺える青グレーの美しいグラデーションが印象的で、爽やかでスタイリッシュな雰囲気を演出しています。腰回りにはチェーンとパールが繊細にデザインされ、さらにレディースのスカートに使われているリボンがアクセントになっています。男性だけでなく女性にもぜひ挑戦していただきたいジェンダーの枠を超えたモードな一品です。こちらのアイテムは僕が着てみました。オデットメンズゴー。すごい。こなしてもらってる、嬉しい。めっちゃ似合ってる。ロゴロゴめっちゃいい。そう。もうパールもね、リボンもね。全部かわいい。ね、これやっぱこのグラデーションいいなぁ。嬉しい。このたすき掛けのフリルめっちゃかわいい。本当にかわいい。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 全部の服につけたい、これ。もう何ぼでも着回すわ、これ。本当にかわいい。では、パダさん、こちらのオデットメンズのコンセプトを教えてください。はい、オデットウーメンズと同じエトワール・エ・リュバンというコンセプトをもとにコレクション形式でリリースしたアイテムの一つです。
その中でもオデットウメンズと対になるオデットシリーズとして作成しました。たすき掛けのフリルが一番のポイントになります。胸のワッペンにブランド名を大きくアクセントとして入れています。今回は僕たちもコンシェルジュで着ていますが、男女で合わせて着てみることがおすすめです。胸元のフリル、めちゃくちゃインパクトのあるデザインですよね。一目見て素敵だと思った一品です。ねえ、このフリルどんなコーデに合わせても華やかにしてくれそうで、とってもいいアイテムですね。メンズアイテムですけど、私も使いますね。ということで、ありがとうございました。では3着目に行きましょう。グッディトゥーシューズです。この韓国風のアイドルステージ衣装は、可愛らしさと大胆さを絶妙にミックスした女の子向けのデザインが特徴です。一見クラシックな制服ジャケットのトップスですが、背中は大きくカットされており、背中を大胆に見せることでセクシーさをプラス。それでも大きなリボンが背中を飾り、可愛らしさをしっかりキープしています。スカートは短めの丈で、サイドオープンの腰デザインがポイント。インナーが腰からさりげなく見えるディティールがエッジの効いたファッション感を演出しますが、全体としてセクシーすぎずバランスが絶妙です。カラーバリエーションはピンク、グレー、グリーン、ブラウンの4色展開で、どの色もそれぞれの魅力を引き立てる仕上がりに。ツヤツヤの靴には翼のデザインがあしらわれているので、翼がステージに連れて行ってくれそうです。舞台の上で輝く、可憐でいて自信あふれるスタイルを叶える一着です。こちらのアイテムはアリエス S さんと月島バトラさんのお二人に着ていただきました。グッディトゥーシューズ、ゴー！アイドルアイドルかわいいよ。かわいい、服もかわいい。服もかわいい。ねえ、ブローチめちゃくちゃ可愛くないですか？かわいいですね。このいいアクセントになってる。かわいい。それにこのちゃんとこのクロスもかわいい。待って、靴も可愛くないですか？この羽デザインめっちゃかわいい。わかる。どうしよう、こんな可愛かったら。ではパラさん、こちらのグッディトゥーシューズのコンセプトを教えてください。はい、グッディトゥーシューズは、イーコブってる気取った、優等生という意味で使われる皮肉めいた言葉ですが、皮肉や周りの視線を恐れずに自分を表現し続ける女の子のための戦闘服をコンセプトに作成したアイテムです。程よい露出でいやらしすぎない、女の子が見ていて可愛いを意識しました。肩や背中のカットアウトやサイドオープンのデザインから腰のサイドベルトから覗く肌がポイントです。あんまり制服になりすぎないようステージで着るような制服を意識して作ってます。正面から見たら清楚なのに、背面から見ると大胆なデザイン、発想がすごいですね。インナーにあしらわれてるブランドロゴがとても好きです。こちら空張りで揃えて4人で着るのを見てみたいなと思います。サイドも背中も露出がちょうど可愛い具合になってんの。バランス感覚がすごい。私ならどの空張り着ようかな。どれも可愛くて選びきれない。はーい、ありがとうございました。さて、そろそろ時間になりました。本当に名残惜しいですが、そろそろ閉店のお時間となります。今日はたくさん紹介をさせていただきましたが、今日のアイテムについての詳細は概要欄、ブースや X などをご覧くださいませ。パダさん、感想を一言お願いします。
はい、今回は V ロイドとの出会いからブランドのコンセプトまでたくさん掘り下げていただいてありがとうございました。何よりアイテムをとっても素敵に紹介していただけて本当に嬉しかったです。貴重な機会をいただきありがとうございました。いやー、本当にありがとうございました。それではパダさん、ぜひまたいらっしゃってくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、楽しかったですね。ねねえ、デネブさんは初めてのコンシェルジュでしたが、どうでしたか？え、はーい。衣装やブランドに込められた思いを直接聞くのは初めてだったので、もうずっと楽しかったです。詳しくお洋服に込められていた思いや裏話とか、気になってたことを聞けて嬉しかったです。私はずっと V ロイドにどっぷり使ってたので、ここ最近で V ロイドに出会ったパダさんのきっかけとかも興味深かったです。野菜さんはどうでしたか？そうですね。パダさんが V ロイドに出会ってから1年のスピード感、これね、本当にすごいなって思いました。ね、僕の時代に比べると今はいろんなクリエイターさんが Tips などで共有してくれるから、それを見ながら学べる環境にある。だから最初からクオリティも高いし、成長スピードもとても速いのかなと思いました。で、パダさんはその最たる方だなと思います。ね、V ロイドのブランドに参入するのも、すでにあるブランドはクオリティ高くてちょっと自信ないなって方は、パダさんの勢いと学び方は参考になりそうだなと思います。はい、それではブティックを閉店しますか。そうですね。ブティックではあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案させていただきます。またのご来店をお待ちしております。次回をお楽しみに。